どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。令和のククミスサティブスと呼ばれた女、さやです。ただの令和生まれのキュウリです。キュウリというのは人間とほぼ 90% 水分なんだっけ？深い意味はございません。ごめんなさいね。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか？レベルリズム。なんて？レベルリズム。なんでちゃんと言わねえんだよ。難しいな、発音が。はい。ということで今回こちらでございます。進路。進路。はい。進路、はい。ということでですね、今動画のタイトルにもなってるのかな、おそらく。ということで今回やっていく内容はこちらになります。デドディ。プロの絵師がコメント欄の皆さんの質問を勝手に答えてみた。バーチャルリアリズム。はい、ということで今回ですね、質問を勝手に答えるというなんかね、そうなんです。はい、やらせていただこうと思いますよ。みんなが油断してるとこに質問コーナーぶち込んでくるんです。はい、まあなので、いろんな質問に答えさせていただきたいんですけれども、はい。はい、一個一個の質問にちゃんと回答していこうかなと思います。で、1個目の質問がこちら。デド。はい。質問があるんですけど、プロの絵師になるまでどんな進路に進みましたか？今、絵の道に進むか迷ってます。現在高校1年生です。これ多いんですね。そう、進路系の質問はとっても多いですね。プロ絵師になるまでの進路っていうことなんだけど、はい。そう、プロって何？夏目さんちの基準です。絵で飯が食えるぐらいお金が稼げる。を僕たちはプロの絵師っていう言い方をしてます。ただじゃあ、いやみたいな。大手のイラストね、大きなゲームの案件とか、そうね、キャラデザとかをしてないとプロ絵師とは呼べないよとかいろいろあると思うんだけど、夏目さんじゃ別に絵を使って飯食ってりゃ、プロ絵師だと思ってるんで。てかそのぐらいの気持ちで言ってほしいなっていうのが結構夏目さんちの考え方だったりするので、まあそれについてね、まずプロ絵師の定義は、その絵で飯が食えるぐらいお金が稼げると。はい。っていうことにさせていただこうと思います。飯の量に関しては、皆さん個人の想像の範疇でお願いいたしますね。ここはみんな多分そんなに心配しなかったと思う。もやしかもしれませんよ。ギリギリすぎる。まあということで、プロの絵師になるまでね、進路って、まあどういうのが正解かと。美術系の方に行くか、それとも普通の大学に行くか、それともすぐ就職しちまうのか、それともアマゾンに探検に行くか、果たしてどれが一番正しい道なのか。どれが一番正しい道ですか？いや、どれも正解ですよっていう回答しようと思ってた、今僕。その謎を探るべく。でもアマゾンに行くっていう選択肢が入った時点でどれも正解ですと言えなくなっちゃったじゃねえか。言ってもいいよ、別に。言ってきます。いや、まあそう、結論から言うと何をしても正解なんですけど、全部選択としては正解っていうのはどういうことかと。はい。まあ夏目さんちの話からすると、夏目さんちは美大とか芸大とか専門学校には行ってないので、出ません。行った方の話が詳しくできない。ごめんなさい。できません。すみません。そう。そこはできないんだけど、行ってないけど、夏目さんちは今絵でご飯は食べてます。はい。お先に行くメリットは伝えさせていただきます。我々が想像しうる。想像しうる範囲とか、あと人から聞いてる話とかね。まあもちろん専門知識が学べると。はい。はい。学べるし、基本的なところは勉強させてもらえると。で、あとは人脈。これが一番ね。そうだね。すごいメリットだと思う。だからその友達同士っていう人脈もあるし、やっぱりなんか物作ってやろうってやつらが集まるような場所に行けるわけじゃないですか。だからモチベーションも上がるしね。だから思いがけない大先生とお会いする可能性とかも当然あると思うし、そっからやっぱ学校のつながりとか、人のつながりで仕事につながっていくっていうのはいっぱいあると思うんですよね。はい。まあじゃあそれってすっごい大事なんだけど、我々は言ってないです。言ってないと。はい。はい。まあだから、夏目さんち的に言うと、絵はどんな環境でも描けんじゃねえかなと思います。本当にそうか試してみますか？いいですけど、何を？プロの絵師が氷点下1億2652度のところで12時間耐久お絵描きしてみた。限度ってあるだろ。なんだそれ。宇宙生物でも生息できるかわかんねえ限界環境じゃねえ。マイナス1億度ってどうやったらできるの？もう単位がバカなんだ。やめろよ。今からこのトピックスで喋るって決まってただろ。ほら言ってやれよ、次のトピックスをよ。なんなんだよ。じゃあ進学に関連して学校の勉強って大事ですか？大事だと思っちゃうよ、こんなん聞いたら。頭悪そうだもん。マイナス1億度ってどうやったらできるの？ということなんですけど、学校の勉強って大事なんって
って思うじゃんみんな、はい、もう僕はいいです、絵が描ければいいので勉強なんてしません、これ大事かどっちでしょうね。さえさんはね、今のところまで来まして、はい、いっぱい思ってますよ、はい、あの時もっと勉強しとけばよかったって何回も思って生きてきましたそう勉強だけしてりゃいい時って人生の中ですっごい貴重な時間なんですよね。そうだね。だから意外とね勉強って大事なんですよね、なんだろう、自分のこの可能性を広げる勉強みたいなことをそれもめちゃくちゃ大事でもっとしとけばよかったって、私は今すごく思うんですね。ここがまたポイントで、学校の勉強を頑張ることによって大学に行けるんですよ。やっぱりいろんな事情があるので行けない方、行ける方っていうのはあると思うんだけど、行ける環境があるならば行った方がいいです。そうですね。これ夏目さん家からのおすすめですけど、なぜかというとですね、興味関心あるものを勉強する時間が手に入る、社会人になると極端に減るんですよ。美術系の大学とかにはね行かずしとも、他の学科でもいいから大学に行って、やっぱりそれなりのね授業はあるからその時間はあるんだけど、圧倒的に時間があるんですよ。さやは私立系の中国語の学科に行って漫画の題材を勉強したいと思ったから、中国文化のね、古典とかの勉強をしたりとか、あとはまあそのおかげで中国に留学に行って、なんか実際のこう史跡とか、文化的な、そうそう文化に触れたりとかっていう、そういう可能性がね、あったわけですよ。まあそれは美術系の大学に行ってたらできなかったなっては思ってる点だよね。そこは難しいですよね。だから一概に何が正解かは言えない。そう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 、僕に関して言えば、親からねなるべく国立に行ってくれっていう。私立ってお金がかかるし、結構で美大とかもっとかかるし、そうね、僕は地方国立大学になんかこうスルッと入れるとこねえかなっていう、すごいマロニーちゃんのように入り込んだわけ。急に例えがポップになるのやめてくんない？風呂場のカビ菌のように入り込んだわけだ。嫌な入り込み方だ不正っぽいだろなんかで僕はそれで、まあ、国立の大学に行って、美術専門ではなかったけど、ちょっと美術かじれる授業があった感じの学科、何してもいいよみたいな。そこで僕いろんなものを勉強できたんですよ。映像の勉強もできたし、まあ、絵も描いたし、デザインも多少勉強できたし、幅広いところを勉強しつつ一般的な大学を卒業したっていう。大卒？そう、大卒っていう資格がね手に入ったわけですね。でだからそうなってくると、他の企業に就職したりとか、進路の幅を広げるメリットはめっちゃあるんですよね。5年後10年後本当に絵を描く仕事だけを続けてるかって想像してみると、まあ、そんなこともないぞっていうこともあるかもしれないじゃん。これはもう完全に僕の個人的なおすすめというか、絵の道は絶対に目指したいけどもやっぱり絵の道だけに絞るのは不安だっていう人いっぱいいると思うんですよ。その中で僕がめちゃくちゃおすすめなのはデザインの勉強です。職業デザイナーとしての勉強、まあ、ポスターとかチラシとか、もう雑誌のデザインとかもそうかな。今だとホームページとかもあるからね。まあそうだね、ウェブデザインっていう分野もあるけど、その辺の勉強めちゃくちゃおすすめです。イラレとかフォトショーっていうのは業界標準で、おそらくこの先崩れることはそうそうないと思うので、これできると絵が描けなくなった、例えばスランプ、でももう絵の道なんか行きたくないって言った時にデザイン系の方には足を伸ばせるとかね、どの業界もやっぱり合う合わないってあるんですよ。やってみなきゃ分かんなかったとか、その時に潰しが効きやすい保険で、かつ絵の勉強に役に立つのはデザイン分野の勉強っていうのはめっちゃ大事だと思います。まあだからちょっとねいろいろとあっちゃこっちゃそれてるんだけど、絶対にこの道に進むっていうなんかこう強い意志とか、強い覚悟ってあったらすごいし、めちゃくちゃ大事だけど、そこ持てない人の方が多いと思うのよ。いやそうね、不安だもんねやっぱり。そうそう、で不安でいいんですよ。だから明確に目標定まってないとダメかっていうとそんなことはないかなと思います。その夢持ち続けるっていうメリットってめちゃくちゃでかいんで、それが一番大事よね。このいろんなところにこう根を張っとくっていうこの発想大事だと思いますね。何やってても無駄になってなかったっていうのがあるから、ネガティブの時お前なんかぬか床だって思うもんねネガティブすぎんだよ美味しいキュウリがつけられるわそう、令和のキュウリの伏線回収しました。完璧でしょ。これがね、勉強が生きた瞬間なんですよ。全然生きてねえだろこれまあだから夏目さんちの話も参考程度に自分の尊敬する人とか、そうね、いっぱいお話聞いた方がいいですね。で自分の気持ちを整理して、で最終的に進路ってお金が関わってくるので、やっぱり保護者の方とよく話し合うのが一番大事かも。頭ごなしに否定されちゃうって方も中にはいるとは思うんだけど、まあそれでもやっぱり諦めないで、知識も深めていくしかない。そう結局やるの自分だからね。ちょっとねこう歯切れの悪い感じで着地するんだけど、でもやっぱりそうだからこれじゃなきゃダメっていうのはないというのが夏目さんちの個人的な偏見と独断による意見になりますので、皆さん甘や温かい目で見ててください。ブル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 。まあということでだいぶ真面目な話を長々としてしまったんですが、じゃあ途中からくだらない話にしましょうよ。どんな話します？ゲイさん今日履いてるパンツは何本の糸でできますか？
本気で考えちゃったじゃん、今。糸何本使ってんだ、パンツって今。人生で初めて考えた思考回路だって。やっぱりね、何事もたくさんのものに支えられているということに気づける瞬間ですよね。ありがとう、パンツ。ありがとう、パンツ工場。ありがとう、パンツ工場に勤める人々。もう急にバカすぎんだろ、トピックスが。まあ、ということで、じゃあ次の質問です。はい、こちら。これも多かったですね、絵についての質問なんですが、はい、絵を描くとき自分が服とかに興味がないのでいつも黒一色になってしまいます。何か解決策はありますか？もう一つね、ちょっと似てるけど別の質問かな。キャラクターを作るときにどうしても洋服で突っかかるんです。ゲンさんもサヤさんもいつもキャラデザがすごすぎて、いや、ありがとうございます。毎回絵を拝むレベルなんですけど、いつもどうやって服とかを決めてますかと。まあこれも同じような感じの質問なんだけど、服を作るときに、まあ、どういう系統の絵を描きたいかにまずよるんだけど。いや、それよね。オリジナルのファンタジーな雰囲気のキャラクターなのか、それともリアルなかっこいい男の子、可愛い女の子とかを描きたいとか、ちょっと両方回答していこうかなと。そうですね。画面がこのままだと皆さんあれなので、ちょっとせっかくなんで書いてからね。じゃあゲイさんのセクシー画像でしばらくお待ちください。いらないそれ。クソいらねえそれ。ということで、洋服に関してどうやって描くかって話なんですけど、実際僕たちもあんまり洋服は得意ではなくて。そうですね、考えるのは、実はあんまり得意じゃないかもしれない。だけど、じゃあどうやってやればいいかっていうと、知らんもんは描けないから、何に関して迷ったら知るっていうのが基本的な解決方法になる。そうね。じゃあ例えばじゃあ女の人のファッション描きたいですってなったら、ファッション通販サイトでもいいよで見るわけじゃん。書いてみてください、さやさん。これ今そこのサイトに映ってる画像をさらっと描いただけなんだけど、もっと細かくいくとここに大きなベルトがついててとか、でなんかこうウエストをキュッてしてて、あ、じゃあウエストがキュッとしてるデザインって可愛いんだとか、でこれ合わせてんのはタートルネックなんやって、これでファッションとかのバランスって知れるじゃないですか。だからそういうサイト見ながら描くとパターンがねどんどん増えてくる。じゃあ今度これをじゃあファンタジーにしてみよう。そう、ファンタジーにしてみようの話でいくとさ、僕の論法だけでいくよ。でかく小さくでかくっていうのが僕大好きで、例えばこの女の人だったらさ、こういう帽子がつくだけでちょっともう急にファンタジーじゃん。これタートルネックをつけてます。じゃあタートルネックを極端にしてみようとか、極端にすると急にファンタジーっぽくなるの。そうね。で僕の場合は袖ダボダボとか袖をこう広くしちゃったらどうでしょうっていう。まあここも言ってしまえばもっとファンタジーなこういろいろ装飾とかつけたらいいんだ。ここ多分このいろいろっていうのみんな聞きたいとは思うんだけどちょっと今考え方の話だけで言うと、このキュッとしてるっていうこの考え方ですから、ここはベルトだぞと、キュッとさせてるのはベルトなんだとか、大きいベルトとかつけたら可愛いよね。これで手がバッサンだ。逆にこうお腹出しちゃってるとかも可愛いかもしれない。くびれで表現するみたいな。お腹だけ出してね、まあ、とりあえずでかいベルトはつけといてさ、ちょっとこれは広がってないけど、広げてみちゃってこの重ね方はやってみようとか、ね、デザインになんか幾何学的な模様入れちゃうとか趣味なんだけど、でこれで下が今これ映ってないけど、じゃあもう下、まあ、ブーツ履かせようとかね、いろいろあるわけですよ。ブーツ服の作り方ってこういう感じなのかなっていう、やっぱ何事も資料が大事よね。そうまずは洋服とかのデザインをオリジナリティをパッて出したいけど、ちょっとファッション的には崩したくないっていう人はやっぱりファッション雑誌とかのこういう資料から進化させていくっていうのがやりやすいかもしれない。で参考資料っていう話で言うと、じゃじゃーん、せいさんはねこういう民族衣装がね大好きなんですね。こういうさ首飾りのさデザインとかめっちゃ可愛いよね。めっちゃ可愛い。そう、こういう感じの資料を使ってリアルの文化がどういう風にどういう衣装をなぜつけてるかとか、そこまで深く考えて知ると説得力が変わってくるから、こういうのもこう資料の一つにおすすめ、資料でおすすめですね。こちらの方、さやさんのスカートすごく可愛い。どこの洋服ですか？ありがとうございます。褒めていただけて嬉しいんですけど、あれ勝手に弦が買ったやつなんですよね。さやさんもね、実を言ってしまうとそこまでお洋服に興味がない人なんですよ。あんまり洋服に興味がないので、っていうか違うの、広告に出てきたのをね、広告に釣られるがままにそのサイトにいて、広告に釣られるがままにセール品を買ったん。いいお客さんじゃないはい。あとこれ結構多いんですけど、さやさんの描くオープニングの絵毎回欲しいなって思ってる。描き終わった紙毎回どうしてるのかしらっていうお話なんですけども、これね、この間もこちらの動画でねたくさん取り扱わせていただいたやつなんですけど、これね捨ててるやつも結構ある。
知らないうちにどっか行っちゃって、いやそうでも動画撮るたびにもう使うんやろって捨てちゃったりとかするんですよ。これに関して作品だという意識はないので、あまり書いてるなんかこう落書きみたいな。そう、これは振り仕切るレザス。急に解説始まりました捨てるぐらいならこうやって欲しい方がいるならプレゼントしたらっていう気持ちもあるんだけど、この辺ちょっとちぎってプレゼントして、なんでそこだけプレゼントするの。でも鞘的にもさ、プレゼントっていう気持ちではないでしょ。そうね、この一瞬の輝きのために生まれてきた子たち。まあちょっとぼちぼち最後ですかね。僕多かったんで、こちら最後。はい、なんで漫画描かないんだろう。2人で1つの漫画作ったら絶対面白いのに。嬉しい。ありがとうございます。本当に嬉しい。します。はい、はい、これね、夏目さんち来年の目標でもあるんだけど、夢ですよ、夢。もともと僕たちはね、漫画を描こうと思ってたんだけど、黒い会社時代が長く続いて、絵の楽しさわりかし忘れてたんですよね。そうね。だからだんだん絵のお仕事とかをたくさんさせていただくようになって、夏目さんちもすごくですね、絵に対してとか漫画に対してポジティブに向かい合えるようになったので、もう漫画描いていこうかなと思ってます。で、漫画しっかり描いてって定期的に出して、まあ最終的にはこう単行本みたいな形で皆さんのね届けられたらいいなと思ってるんで、2021年はちょっと頑張っていこうかなと。漫画の年になれるように、夏目さんち漫画描くんやっていう年にしていきたいなと。そうですね。皆さんもぜひね、夏目さんちの漫画をお待ちください。頑張ります。まあ今回たくさんいろんな質問に答えさせていただきました。まあということで、夏目さんちこんな感じでちょっと気まぐれにコメント欄のね質問とかにも答えさせていただいておりますので、何かね質問があった時はコメント欄にね気軽に書いといていただけると、直接コメントで返信だったりですとか、こうやって動画で取り扱うことも稀にあるので、まあもしよかったら皆さんまたコメントよろしくお願いします。かまってやってください。すべてハートマークつけてるやつは一個一個しっかり読ませていただいてて、いつもコメントたくさん嬉しいです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ではこの質問コーナー、ゲンさんの阿波踊りで締めさせていただこうと思います。皆様本日はご視聴ありがとうございました。